2度あることは2度ある、言わせてくれ。どうして 4.4mm プラグを発売しないのか、というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？今回も、バランスケーブルがラインナップされてないんだけど、めちゃくちゃ取り回しと音質が良いケーブル、トリポーインセリーンを紹介しよう。昨日一昨日と紹介した、トリポーインの新ケーブルシリーズの一角で、同じ使用感だけど、カラーリングが異なり、もちろん、カラーリングだけではなくて、使用されている洗剤が異なるぞ。セリーンは特徴的なマルチカラーの洗剤部分を持つが、ケーブルの内容としては、無酸素銅ケーブルに銀メッキを施した、割と定番の仕様だ。銀メッキ線は、同シリーズのソルスティスと同様の仕様なんだけど、ケーブルの色が異なると、その印象は大きく異なるな。このシリーズ、なぜかアンバランス版のみが発売されていて、QDC、MMCX、2ピン埋め込み対応の2種類が選択できる。トリポーインが今までに発売してきたイヤホンすべてに対応できる仕様だ。また、ソルスティスと同じ銀メッキ線、と述べたんだけど、ソルスティスでは、芯材が高純度銅線、このシリーンでは無酸素銅と表現されているので、洗剤のうち、銀メッキが施された銅線部分は、異なるスペックのものが使用されているのかもしれないな。このケーブルの最大の特徴は、その価格、3000円程度とお手頃で、かつ、見た目からわかる通り、取り回しも良い、ケーブルの曲がりなど、実際の運用時にありがたみのわかるケーブルで、標準ケーブルから取り回しを落とさず、もしくは向上させて、程よい音質的アップグレードも狙えるケーブルだ。今回は、ソルスティスと比較したいので、同じ環境、DRNV90 と同じアンプでテストしてみた。2ピンの端子の精度の問題なかったぞ。気になる音質は、同じ銀メッキ銅線のソルスティスと結構違う。こっちが、一般的に期待される純銅線。で、ソルスティスの方が中高音域がシャープだ。同じ外寸で、同じ太さの洗剤だけど、芯材の純度や、少し加えられている合金の違いかな？おそらく、この、シリーンが、標準線から、一番雰囲気を変えずにアップグレードできる洗剤だ。解像度は良し、分離感はそこそこ、中高音域の一部に限って言えば、OCC、つまり純銅で銀メッキの施されていない、ミラージュよりもちょっと優しい部分があるくらい。無酸素銅はこの全体の雰囲気の優しさが魅力だよな。弱点らしい弱点も特になく、取り回しの良さと見栄えの良さの揃ったケーブルだ。ミラージュは、基本的に雰囲気は同じまま、中高音域の分離感を上げたい時に、ソルスティスは、より全体の分離感を引き上げたい時に、対して、純正ケーブルのマイルドさを保ったまま、グレードアップしたい時には、このシリーンが一番適材になるな。また、同価格帯のライバルケーブルに比べ、細く、柔らかく、引っかかりにくい編み方と洗剤の量も魅力的。普通のより低価格な細いケーブルと、取り回しは変わらず、見た目はアップグレードできるので、音質ももちろんだけど、この外観に合うイヤホンを持っている人におすすめだな。他2台に比べれば、音の変化は地味だけど、それゆえに、本来のバランスやアピールポイントを歪ませずに聞くことのできる一本だ。反面、ミラージュやソルスティスが、バランス接続しなくても十分カリカリ軽快になった中高音域を持っていたのに対し、シリーンは分離感はほどほどなので、バランス接続のオプションが欲しくなるな。そのちょうどいい主張感も、程よいケーブルってことなのかもしれないけど。というわけで、3日間連続、トリポーインのアンバランス縛りケーブルを紹介してきた。今更アンバランス？と思うかもしれないけど、あえて普段と違うアンバランス接続で音楽を聴くことによる発見もきっとあるはず。そんな気持ちで、トリポーインは、ミラージュ、ソルスティス、そしてこのセリーンの2兄弟を送り出したのかもしれないな。知らんけど。といったところで今回はここまで。